皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り合い考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いしまはい、よろしす。くお願いしはい、おます。願いします。この番組を収録しているときは、ちょうどミラノ・コルチナ冬季オリンピックはい、の真っ最中というそう時ですね。なんですけれはい、どもね、私もテレビで見まして、ちょっと驚いたことがありまして、いはい。くつかあったんですけど、さっきなんか高木美帆選手が9個のオリンピック、メダルを取ったというこああ、とで、はい、夏のオリンピックで一番多く取った人は誰でしょうってこの番組をやってたらしいんですけれどもね。そのはい。時にまあ、体操の小野隆さんなんですけれども、あそのあ、時にはい。アナウンサーの方が、小野隆という人がというふうに説明した時には、ちょっと腰が抜けそうになりましたですけれど、こんなに有名な人で、奥さんも政治家になったぐらい有名なああ、人ですまあそうでけれど、すね。小野隆という人がというふうに言われる時代になったのかと、ちょっと、それは愕然としました。これはまあ笑い話で済むんですけれども、あと二つちょっと気になったのが、はい。まあ、ミラノコルチナオリンピックのことを、まあ、騒ぐのはまあいいとしても、もう騒がれてないことが二つあると思うんですね。はい。で、一つは、オリンピックの、国連の休戦決議ですね。はい。このことについて全く触れないというのもどうかうん。なと。うん。というのは私がテレビのことを喋っているので、こうそうなるのかなと思って SNS をいろいろ調べてもあまり出てない台ですね。だからそれについては今日は思いっきり喋りたいのと、もう一つは、ミラノでのオリンピック IOC の総会で、夏の競技の一部を冬の大会に移すと。ああ、はい。いうことが発表されたので、そうですね。これについても全く報じられないというのが、これはなうん。ぜかなと、これはかなり大きな問題なので、この問題については、次回詳しくいろいろ喋ってみたいと思いますんで、今回は、ゲストに、一橋大学の名誉教授の坂上康弘さんとスポーツライターの小林信也さんをお迎えしてますんで、平和運動としてのオリンピックの本質的な意義をちょっと考え直してみようというふうに思いました。ということで、1回目に国連のオリンピック休戦決議のことについて話し合いたいと思います。ということで、坂上さん、よろしくお願いします。今日よろしは。くお願いしまお願いしあ、ます。出す。ていただいてありがとうございます。それから小林信也さんもよろしくお願いします。お願いします。坂上さん、どうですか？オリンピックが今、なんていうんですか、かなり報道されてますけれども、全く休戦決議のことは喋られていないと、話されていないというような状態、どう思われますか？ まあ、一貫して、報道されてないですけどもね。そうですね。間違いじ93ゃ、年、1993年以降、もうはい、長いですけれども。だけど、この間、国際情勢がこんな形で、はい、まさかと思うような戦争が起きて、それはい、長引いてる状態で、それが、まあ、ロシアとベラルーシの選手が、はい。まあ、中立という形でね、国としての参加は認められてないですけれども、そうまあ、ですね。排除されているっていう形がはい、目に見えてあるわけですよ。うん。あの、ロシアは冬のオリンピックの大国でしたからね。うそうですん。ね、そうですあね。はの、い、いないんですよ。フィギュアなんかはい。見たらもう、顕著じゃないですか。そうですね。だけど触れないですよね。触れ触れなくないですね。て、で、まあ、政治との関係で、こうなってしまってて、それにうん。対する、まあ、カウンター的な形で、まあ、積極的に、うん。オリンピックの開催の、まあ、前の1週間から、パラリンピックが終わる1週間までを、まあ、はい。オリンピック休戦っていう形で、全ての紛争を、まあ、はい。中止するっていうのを、これ国連だから政府が決めてるわけですよ。
あ、なるほど。そうですね。そうですね。共同提案して。で、各今回、政府の代表が国連に集まって、そこで、提案をして、それで全会一致で、今回なんかは決まったわけですね。昨年の11月160、ですけど。165カ国に限定されてはい。ます。あ、ロシアとか入ってないんですね。な前回もるほど。棄権しましたけれど、うん。パリのあ、時も。なるほど。そうなんです。で、まあ、ほとんど192ぐらいが国連加盟国で、まあ、9うん、割以上はい。が OK だと言ってると。僕ちょっと心配したのは前回、パリオリンピックの時、これが77ぐらいまで下がったんですよ。そうですね。はい。だけど、はい。どうなるのかなって見たら、うん。165なので、まあ、うん。その前の段階まで戻って、まあ、うん。各国政府がそれに賛同してるって状態はできてるんですね。はい。これで大きいと思うんですが、はい。報道はされないですね。うん、そうされないですふね。はい。触れられてないというのが現状だと思います。うん、これ、この番組に前回出ていただいた、五輪、アナリストの、春日良一さんがですね、そのオリンピック休戦のことについて、国連で非常に面白い、ディスカッションをしながら提案国が喋ったと。ベラルーシの国なんかも、それからロシアの国なんかも発言しているらしいんですね。で、非常に筋の通ったことを話しているというので、私もそれを聞きまして、それは安保理で喋るようなことをきちんと喋っているというので、高く評価していいんではないかと思ったんですけど、そのあたりはどう思われますか？僕はその内容は把握してないですね。そうですか。はい。だから今回もロシアは危険じゃないかといや、思う危険じゃなんですよ。くってね、なんか入ってますか？ね、自分たちを排除しているのはうおかんうん。しいと、はい。喋りながら、うん。賛成に回ってるらしいですよ。なるほど。ですただ、から、なんか、すごく有効だなと思いまして。パラリンピックの場合はもう認めましたからね、ロシそうですね、パラリンピックは認めア。てはい。ますね。これだから、えっと、中立のその裁判所に訴えて、そこが認めはい。てっていう形を取ったと思うんですけども、なるほど。あの、大きく言うと、なんかはい。二通り考えがやっぱり昔からあってって言ったらいいんですか。はい。対立はしてるんですね。そういう戦争を起こすような国は排除すべきだっていう一つのはい。考えと、はい。だけどそうであってもスポーツだけは仲間に入れておくべきだと。うん。で、そこで会った時に、まあ、説得をしたりとか、友好関係を築けて、それが、うん。まあ、平和への一歩になるんじゃないかって。なるほど。南アフリカのアパルトヘイトの時も、はい。安保理決議はあったんだけども、ニュージーランそうです。ドとかイギリスはもう入れてあげるべきではないかっあていうので、やっちゃあ。ってたんですよ。それはそれでうん、筋が通ってあるますね。んですね。はい。通ってると思います。うん。で、ここはね、僕の中でも揺れてるって言ったらいいのか、うん。僕の友達とも議論になりますね。ああ。で、僕はやっぱ、はい。坂上さんはどちらに賛成とい今う？回の、えっと、ロシアのウクライナ侵うん。攻で、いや、基本的にはなんて言うんだろう、村八分でも二部は残すっていう方が日本なるほど。はい。人的ではないんですけども、はい。スポーツだけはって言ったらいいのが最後の砦って考えたときには、残してあげるっていうのも一つ有効な考えだと思うんですけども、なるほ僕はどね。だけど、排除に傾いたのは今回っていうか前回ですね。うん。ウクライナでの人たちが戦闘で、そのスポーツ関係者がもう400人死んでたんですよね。はい。パリ五輪の段階で。はい。で、もうそのことを考えたときに、要するに戦争を止めるしかないわけですよ。うん。そこに。で、はい。それは、やっぱり極めて不公平な状態を生んでて、まあ、うん。スポーツ施設が400潰されてる。ではい。400人が死んでるとか、まあ、具体的な数字を上げてるんですね。はい。だから、国際陸連の、方は、セバスチャン・コーですよね。はい。まあ、彼はその数字をまあ具体的に捉えて、うん。スポーツにおける不公平だと。で、ロシア、ベラルーシの方はそれでまあ、恩恵を受けてるって言ったらいいのかな。あスあ。ポーツの側での、まあ、公平な競うん。争の条件が壊されてるみたいな、スポーツの問題として捉えたときね、それもあ論点あ。として出したのと、もう一つ、排除っていうのは平和的な平和構築の手段だと。
経はい。済制裁とか同じような。もう使えるものは全部使って、今戦争を止めないといけないっていう、かなり切実ですね。うん。それからなる。実際にね、友達が死んでるっていう訴えをやっぱり選手たちがやったんですよね。うん。これもかなり僕は心を動かされて、あの、何が何でも止めるべきっていう、そっちに一旦は行きました。最終的なるにね。ほどね。一番動かさあの、れたところですね。うんこの番組にも、出ていただいた、大和大学の佐々木教授が、ウクライナに、現地に行って、いろんな報告をしてくださったんですけれども、その時に、ウクライナのキーウの首都の前に、スポーツショーの前にですね、戦争で亡くなったスポーツ関係者の写真がずらーっと貼ってあるわけですね。で、今回、スケルトンという競技で、出場したウクライナの選手が、ヘルメットにその死んだ、スポーツマン、ウクライナのスポーツマンたちの写真を貼って出たところが、競技で使うことを否定されたと。で、競技以外で練習なら構わない。で、競技中は模章をして出るのは構わないけれども、写真はやめてくれということになったという。このあたりは坂上さんはどのように思われますか？微妙ですね。うん、微妙ですか？いや、やっぱ IOC、コベンりそういう。トリー会長もこれは政治的判断じゃないって言いましたよね。うん、なるほどね。だから、ウクライナの選手からしたら、やっぱり死者に対する、なんて言うんだろう、思いっていうのかな。うん、もうそういうものだって言うんだけれども、うん、まあ、じゃあ、家族の慰霊とかね、例えば、個はい。人的に、つけて、そういううん、選手がいっぱい現れてはどうですうかとか、ん、いろいろなってくるって考えたときには、どうなのかなっていうのは少うん。し思いましたね。なるほど思いはわね。かるけれどもっていう感じうん。がしますね。そうですね。なので IOC の方も競技中はダメだと。練習なんかでは構わないんだというような言い方でかなり譲歩された言い方かそうなとですよね。私も思ったんですけれどもね。うん。それともう一つだけ坂上さんに聞きたいと思いますが、春日良一さんがですね、アメリカ、トランプ大統領が、ベネズエラに攻撃しました、今年。それでアメリカは石油のあるところでないと戦争を起こさないというところもあるんですけれども、だからベネズエラに行ったら、これはかなり、オリンピック休戦のことを意識して早くやったと、春日さんなんかは言われたんですけれども、それについては坂上さんはどう思われますか？可能性なくはないでしょうなくね。はない。はい。いや、うん。だってロシアの排除っていうのは、はい。初めてですからね、休戦違反として。あ、そうです。初めてのことです全部ね。みんな、紛争はいっぱいあったんだけれども、はい。イラク戦争だってそうですよ、アメリカ。そうですね。はい。で、全部スルーしてきたわけですよね。何も言わうん。なくて。ロシアが初めてでやっうん。ちゃったので、もしかしたら、やられるかもしれないっていう警戒心が動いたのはあるんじゃないかな。だかうん。ら、パリの時のはい。休戦決議は77カ国に賛同国が減ったんではないあかっていう、ちょっあ、と一つ読みなんですよ。あれに賛うん、同したら、いや、従うって言ったのに違反でしょってうん、問われることになって、え、そこを避けるにはっていうことなんじゃうん。ないですかね。そこを避けるにはというふうな、もしそうだとしたら、これはオリンピックの休戦協定が有効に働いたという言い方もできるということでよろしいでしょうかね。有効ではないですね。ね、そうですか。なるほど。そこのタイミングだけを外したっていうことでしょ。うん、そうですね。だけど、あれがうん、求めてるのは、それが終わってからも、恒常的な平和構築っていうのは、やっぱりちゃんとはい、言っていはい。るわけなんで、うん。趣旨からするとおかしいと思いますけどね。なるほどね。いや、そうか。いろいろありがとうございました。小林さん、はい。今の坂上さんと話を聞いてどう思われましたですか？オリンピッ僕クとははい。幻想とか理想論と言われるかもしれませんけれども、えやっぱりスポーツが世界の平和の礎になるんだということがオリンピックの意義だと思っているので、はい。ロシアが休戦協定を破ってウクライナに侵攻したということは重大なことだし、うん。
やっぱそれからの間、IOC がそのことにきっちりした、そのオリンピックの意義というものを提示できないまま今日を迎えてるっていう、はい。まあそれは結局、オリンピックが変質して、その平和の祭典であるよりも、ビッグマネーのそのイベントなんだっていうことが明確化したようにしか見えないんですよね。はい。で、坂口さんもおっしゃってたように、僕も調べたら、パリオリンピックの時は、まあ、ロシアとか、棄権してるっていうのは、これはまあ、わかる話なんですけど、休戦決議に棄権したということですね。はい。今回は、そこに参加していて、全会一致っていうふうに僕は報道で見ましたけれども、こんな馬鹿にしたことはないじゃないですか。逆になるほど。それで、その休戦決議に賛成していながら、ちゃんと、戦争は続けてるわけですから、こんなに、まあ、罰則規定がないとかっていう、まあ、ことがあるかもしれないけれども、もう完全にオリンピックの平和への、願いとか、まあ、世界的なコンセンサスは、もう有名無実になってしまったっていうふうに思ってますけどね。有名無実にはなったけれども、オリンピックのその休戦という意義ですか、目的ですか、それは信じていたいということですか？いや、もう信じられない状況になって。信じられないけれども推進したい？これを、もう、まあ、過激なことを言うけど、だからもう IOC には任せてらんないなっていうのとか、そのオリンピック運動っていうのを維持していくんだったら、やっぱそのことをしっかりと守っていける人たちが、きちんとこれを前提にしてね、やっていかないと、まあ、オリンピックは非常に虚しいビッグイベントにもうなり続けるかなというふうには感じますね。坂上さん、虚しいイベントにオリンピックがなってしまうかもしれないという、小林さんの意見どう思われますか？そうですね。虚しいっていうか、まあ、なんていうのかな。ダブルスタンダードって言ったらいいんですかね。はい。言われる言われ方で。理念とか掲げてるオリンピズムって言われてる理想っていうのは、はい。まあ、ものすごい高尚なものでね。ものすごく高尚な理念をもの掲げてるわけすごい高尚ですね。はい。そオリンれ自ピックは。体は何人も否定できないと思いますよ。人類の理想を掲げていて。はい。で、だけどこの間やっぱり見てると、両方あって、頑張ってきた面もあって、それはやっぱり戦争を起こしている張本人の、国家っていうか、各国政府ですよね。政府に対して、今までボイコットをされたりとか、政治的な理由で、対抗措置をいろいろ考えて、で、そのために、実際にできるのは政治に対抗っていうのは政治団体じゃないので、はい。非政治団体ですから、できないんだけれども、コントロール下にあるのは各国のオリンピック委員会、NOC なんで、はい。ここの自律性を高めるっていうことは一つやってきたんですよね。なるほど。だから、自律性を高めるというのは政府からの自律性を高めるということですね。それも含めてです。すべての圧力に屈してはならないと。で、屈したら、一番ひどいのは、資格停止処分ですよね。罰則規定まで設けたんですよ。その各国の、NOC に対して罰則規定も設けたということですね。はい。それはね、1990年かな。それから、その後に、3年後かに、休戦決議ですよね。国連に運んだ。そうです。はい。これもその政治に対するアクションですよね。で、戦略としては国連と共同して政治に抑えにかかるというか、平和構築の具体的な足場を作っていくとか、こういう類のは着実にって言ったらいいのかな。モスクワオリンピック以降僕なんかあそこ出発点で見てるので、はい。頑張ってきた面はあるわけなんだけど他方で、本当にじゃあ平和運動ですかっていう点では、掛け声ばかりで、実効性があるものはやっぱり後退してる。挙げればいくつもあるんですけれども、結論的に言うと僕は、平和運動としてもう一回再構築していくには、先ほど小林さんも言われたように、
休戦決議違反に対する罰則ですよね。まあ、なるほど。だから NOC コントロール下にありますから、NOC を許さないっていう、うん。政府に、その国の政府に対して働きかけをしなければならないとうか、ん。何らかの措置は取れるはずなんですけれどうも、ん。今みたいに、今で言うとあれですよ、実際70ぐらいの世界で紛争が起きてるわけなんで。もう、そうらしいで、そうらこれ、しいっていうか、そういうちょっと僕はらしいですね。びっくりしました。はい。自分が認識が甘くて。そうですね。IOC 全部無視してるわけですが、もう、パリオリンピック時の議論で僕はびっくりしたのは、はい。ロシア、ベラルーシと、のことばっかり、ウクライナとこう対立してるっていう、そこばっかり言うけれども、世界にははい。あと70あると。そう他のなるほど。国の人たちは戦争してても、競技ちゃんとやってるでしょっていう言い方をしたんですよ。ああ、僕、かなりショックだったですよね。まあ、そなるほれ確かに理想なんですよ。ど。うおん。互いが戦争してる国であっても、その競技場ではね、はい。ちゃんと、まあ、友人としてっていうか、アスリートとはい。してやってると、政治を乗り越えてる姿だっていう。うん。これ言い方は一つあるんだけれども、そこを持ってきて、だから、ロシア、まあ、ウクライナの説得ですよね。文句を言うなと。はい。で、自分たちは何も働きかけもしないわけですよね。それまで。うん。まあ、ロシアに対して初めてやりましたけど、排除やりまうん。した。だからこれはダメなんじゃないかなっていうふうに思ってます。なるほどね。ロシアも北京オリンピックの時にグルジアに侵攻して、それからソチオリンピックが済んだ途端、パラリンピックとの間に、クリミア半島に占領を打った。ただし、どちらの戦争というか侵攻もすごく短い間に終わって、それであっという間に終わったもんだから処分もまあ、しなくて終わった。ところが、ウクライナ侵攻は、これも2、3日で終わると思っていたら、これがどんどん長引いちゃって、それを IOC も見捨てるわけにはいかなくなって、処分したというような事情もあるみたいですよね、これは。で、ただし、ここで処分をしたということが、これからプラスに結構働いていくんじゃないかと私なんかは思うんですけれども、そのあたりはどう思いますか、坂上さん。いや、当選しないといけないことをやって3回目の反則じゃないですか。そうですね。しかも冬季オリンピックを利用したタイミングを合わせた侵攻だったですからね、二つ。はい。完全なカムフラージュに使ったようなものでうん。すよね。あれはちょっとあまりにもひどいなるやり方。ほどね。で、あいくらまりにもなんでも放置できないと思いまそうす。ですね。あまりにもひどいんだけれども、って小林さん、あまりにもひどいやり方だったんだけれども、ロシアを排除するよりも、一緒になって平和について考えた方がいいんではないかという、スポーツの力を信じる方法があるというようなことを今、坂上先生からもおっしゃったんですけれども、それについては小林さんどう思われますか？うん、さっきおっしゃったことは悩ましい選択だと思いますけどね。うん。排除するのか、ああ、う排除ん。しないでスポーツで交流は続けるのかってあるけはい。ども、ただスポーツっていうのはやっぱりルールという前提があって、そのルールを守れない人間は参加することができないっていうのはこれ大前提だと思うんです。ああ、なるほどね。はい。だから参加したければルールを守りなさい。参加すうん。る資格を忠実に、整えなさいということがある意味スポーツの力じゃないかなというふうに僕は思いますけどね。なるほどね。そうですね。まあ、それと今回の最後にちょっと坂上さんにお伺いしたいのは、これを全く報道しない平和運動、平和のその休戦決議のことが、オリンピックは平和運動なんだというようなことを報道しないマスメディアについてはどう思われますか？あ、ちょっとその前に小林さん言われた、あ、はいはい、どうぞ。あの、いいなと思いますね。ルールルールを守るという。守るっていうことの中に、オリンピック休戦決議がちゃんとあるっていう、はい。IOC に僕望みたいのは、それをルール化してほしいっていうことですね、一言で言えば。あオリンピックあ、憲章の中に、オリうん。ンピック休戦決議の言葉すら出ないんですよ。うん。ああ、そうです僕はあね。えてなるほど。避けてるんじゃないかなっていうふうにもはい思ってるはい。んですよね。これちゃんとルールとして明記すべきだと思います。違反うん。したと問えない形をわなざと取っるほどね。てるんですよね。ここはやっぱりなるほど。問題ではないかなっていうふうに
わかります。思ってます。うん、先そうです。ほどの質問何でしたっけ？ごめんなさい。いえ、それと、これをマスメディアがメディアのオ問題。リンピック休戦について全く取り上げないということはどう思われますかということなんですが。あの、なんて言うんだろう。基本的なスタンスがもう、日本のメディアで言うと、応援部隊なんですよね。そうですね。報道でもないって言えばいいのかな。はい。で、単純に報道しても面白くないでしょって言われれば、その通りではあるかもうしれないんですけん。れども、オリンピックが何か平和運動であるっていう、解説なりメッセージなりも何もないじゃないですか。何もないですね。これが問題だっていうふうに思いますね。たうん、だの、スポーツの祭典ではないっていう、はい。この部分ですよね。うん、で、僕はね、あれと思ったんですが、開会式はい。の中継を NHK がやりましたけど、はい。冒頭でちらっと言いませんでしたっけ？ロシアがいないみたいな、あの、あ、ちょっとね、どういうニュアはい。ンスかなと思ったんですうん、が、ちょっと、どっち向きの意見なのかわからないんですが、ちはい。ょっと積極あ、的に触れたのかどうなのかわからない。私そう気づきませんでしたが、はい。なんか、それだって一つの問題提起なわけなんですけれども、例えば、一番よくわかるのは、開会式、閉会式ではい。すね。開会式。やっぱり見ると、率直にこんな国があるのか、知らない国だってあるじゃないですか。はい。多くの国が出てきますね。はい。ハイチが来てんのとかも、ちょっとびっくりしましたけど、はい。一人で来てる国だってあるわはい。けですよね。やっぱり世界の人たちを人間通して見るような、その機会であることは間違いなくて、うん。だからそこをちゃんと平和に結びつけてっていうのかな。世界の多様性でもいいんですけれども、一歩引いてですね、うん。そういう意義についての語りうん。方っていうのもはあるとは思うんですね。だからそれうん、がもし平和運動っていう軸が一つあれば、実況中継だって相手国のこととか、はい。相手の人間、文化、国のうん。理解につながるような貴重な一コマなわけで、うん。解説の重点っていうのかな、変わってくるんじゃないかと思う。はい。僕はこれは IOC の、放送コード義務化って言ったらいいのかな。国際映像においては、そういう、国際性っていうのかな。はい。観点を持った、やっぱコメントは不可欠だみたいなことを、つまり、うん。相手を敵として描くだけ、はい。放送するだけではなく、蹴はい。落とすためのね、うん。ではなくて、相手の国の理解なり、文化理解みたいなことをやはりうん。入れる。不可欠だみたいなね。うん。放映権を売るんだったら、セットでそういうことも僕はやるべきじゃないかなっていうふうに、これはな前るほど。々から思ってます。まあ、言葉が適切かどうかはわかりませんが、放送コードのようなものの中に、はいはい。要するに相手国へのリスペクト、であるとか、それのオリンピックの目的であるというようなものを放送できちんと、報道しなさいということが入っててもいいはずだということですね。小林さんどうですか？はい。平和に触れないと同時に今、坂上先生おっしゃったことが、僕は今回見ていて一番感じてることなんですね。えまるでオリンピックに裏と表があるみたいに、民放だとか、あるいはニュース報道で見てると、日本うん。選手が勝った種目しか出てこないんですよ。うん。まあそうですね。はい。NHK の BS とか深夜の放送を見てると、ちゃんと日本選手の出てこない、はい。ノルディック距離の、はい。ああの、アイスホッケー女子は出てますけども、男子は出てないし、はい。意外と日本が活躍してない競技を見てると面白いなと思ったりしてるんですけど。まあ、それは言えますね。私もバイアスロンをすごく面白く見ましたけれどもあ、ね。そうですうん、よね。うん。だから、そういう意味では、非常に偏った、まさに応援ジャーナリズムのもう、象徴的な、やっぱうん。り大会にもなってるかなと思いますよね。なるほどね。まあ、そのあたりは、小林さん、一緒にこれからまたメディア批判をやりましょう、二人で。というようなことで、これに引き続いて、今日はこのぐらいで、締めさせていただきますが、IOC が夏のオリンピックの競技を冬のオリンピックに回すと
いうような発表をミラノで行いました。これは非常に重要なことだと私は思いますんで、次回それを詳しく話し合いたいと思いますんで、坂口さん、小林さん、次回も一つよろしくお願いします。はい。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございありがました。とうございました。はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムは、今週のテーマ、平和運動としてのオリンピックの本質的意義を考え直すのエピソード2、肥大化したオリンピック夏季大会の競技の一部を冬季に移す意味を考えるです。引き続き坂上さんと小林さんとともにお送りします。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。